空どうでしょうはご覧の配信を編集してお送りいたします。始まってる。始まってる。ご飯食べてお腹いっぺいだ。そうだね。はい。本当にタイムだったね。どうですか、今回の旅行。今回はね、今までの中で一番いいですね。でもさ、結局行ってる場所も言えなくて、まだエピソードトーク的に振り返り雑談に撮っときたいっていうものが多すぎるから、今話せることあんまなくない？ない。確かに。でどうすればいいの？今日は何をするかというと、はい。はい、先ほどつぶやいた、ドキドキポテトというね、最初はグー、じゃんけんぽ最初はグー、じゃんけんぽい。負けたねうちから参ります。オオカミニオでございみます。ごちまた負けたに。生で。想像より爆発する可能性あり。何にもねえじゃん、まだ。盛りすぎだろ。いやみやちゃん。みよしはさ、こういうゲーム最近苦手なんでしょ？いや、最近っていうか、この間ゲマンでワニワニパニックでは、4、5回連続でね。4、5回連もうワニ続でワニパニックみたいなもんだからね、これ。まあまあ、似たようなもんではありますけれども。いやみごち。序盤すぎるよ。早すぎる。また負けたねー。すごいな。ひっくり返ったわ。全部で10本以上あるのにね。みんなひっくり返ってたわ、今勢いやばすぎて。リアクションが芸人なの。それはそう。はい。じゃあ、みごじからでいいよ。じゃあ逃げみご行きち。ますよ。はい。端からね。みよしさん。うわ怖いよ。怖いよ。いや、一回あれ見たからでしょ？これ勢いよく引かないとダメだよ、だって。バグってるやん。はい。みこち今お揃いのパンツ履いてるでしょ。履いてないよ。裏切ってる。嘘だよ。もう今朝には脱いだんだ。嘘つけよ。お揃いのパンツやってる。あれだね、その雪買う人々がいい人多いね。めっちゃいい人。確かに。いや、みんなすごいね。温かいよね。あったかい。なんか、本当に、心の底からそういう風に思って言ってるんだろうな、みたいな。どうした？うなずいた。それでね。返事してる。返事してる。ちょっと汚いですか？行くんですか？何風に調べる？じゃあまず両手をパーにして何も。卵を持ってるんじゃない？お前の卵。みこの卵、産みたてほやみこ卵を産み立てる。それはもういいじゃん。だって見て、スバルの卵冷えちゃってる。スバルの卵、冷え冷えです。じゃあ取り調べを始めます。なんだよ。何もやってねえよ。誰ですか？おしゃれな料理に向かってソーセージの味がするっていう。はい、でも私証言します。はい。あなたも魚肉ソーセージの味がする。これなんかソーセージの味がするって食べたら、その中でも魚肉ソーセージの味がするっていう伝えたんで。捨てられませんよね。それは。いや。美味しかったです。まあ。あと何か取り調べることあったかな？ないです。身の検事官ありましたか？昨日の夜、みこは6時に起きるからって言って寝たくせに、今日9時まで寝てた人いますよ。でもさ、
前にうちは起きたの1回。6時半ぐらいに。すげそうえ。 7時に起きる予定だったんだけど、6時半に1回起きたら、まだ日が昇ってなくて、うん。で、なんか日の出って何時なのかなって調べたら、7時過ぎぐらいの時間だったのね。あだから、起きて、シャワー浴びて、日の出を見ようって思って、6時半に起きたんだあ。だって、もん。うん。すごいね。もう見て感想が死んでるもん。でもわかる、すごいよね。 6時にミコは起きるから。今度こそ起きる。あ、本当に？絶対無理だよ。起きて、朝風呂入る。入れなかったの？女の子。つまりもさ、シャワー浴びていいって美容師に聞いたらさ、うん。もう出るよって言われてた。なんで朝食の時間があと45分で終わっちゃうから。だからね、シャワー入る。明日は一緒に入ろうね。そうだよね。うん。で、6時に起きてね。絶対無理だよ。だって今日これから遊ぶ気満々じゃん。うん。だって今めっちゃ目覚めてるし。うん、めっちゃ覚めた。ギンギンやもんね。これからだ。俺らの時間はこれからだ。これからだ。開けました始まった？始まった毎年恒例じゃないですか、我々の旅行って。いや、そうなんですよ。ということで、なんだっけ。沖縄に行ったんでしょ？あ、そうそう。そう、今年は、沖縄に行こうということでね。はい。行ってきましたということで、おいしょ。飛行機の話からしますか？じゃあ飛行機の話、まあ沖縄といえばね、飛行機で行きますからね。そうですね。飛行機でブーンでしたもん。やっぱり眠いんでね。寝ますよね。行きね、出発がね、朝早めだったんで、はい。まあみんなちょっと眠そうだったんですよね、集合時間。まあそうだね。まあ一般の方からしたら、そんなに朝早くなくないって思う時間帯かもしれないけど、まあ、まあ、ちょっとね、眠かったよね。それでね、まあ、集合してみてね、飛行機乗ってみたらね、爆睡かましてましたよね。はい。爆睡してたよ。でまあ、二人がちょっと寝てるなと思って、チラッとそっちの方向見たら、まあ、二人とも全く同じポーズで、全く同じ方向にもたれかかって、爆睡してたよね。真似したの、スバちゃんやめてよ。違うよ。ミコチが真似したんでしょ。なんか、この旅行で分かったけど、スバルとミコちょっと似てるかも。思ったよ、ミコもなんかさ、なんか似てるよね。なんかね、シナジーを感じたよね、なんか。やることなすことちょっと似てんだよね。はい、で、こっちね、はい。もうこれよ。ミオさん言っちゃってください。ミオさん言っとってくださいよ。今年はですね、なんと、はい。うちが免許を取ったので、わレンタカーを借りました。うわー緊張したー。すごかった一発目の緊張感エグかったよな。でもめっちゃ楽しかったよ、でも本そう当に。楽しかったよ。まあ、レンタカー借りました。なんか、車の使い方説明しなくてもいいよね、みたいな雰囲気感じで、あ、はい、大丈夫ですって言って、そのまま、じゃあ、みんな、車行くよって言って、車まで移動して、で、あれ、車、開けられたはいいけど、あれ、これって後ろってどうやって開ければいいんだ、あれ、これエンジンってどうやって開ければエンジンを、場所が分かってなくて。パニックりすぎだよ。パニック絶対ミヨシャそれエンジンじゃないよ、これだよとか、なんかスバルから免許も持ってねえのに集中してて。助手席でね、助手席でね。まあ、でもそれでエンジンの場所が、まあ、スバルの指摘によって分かって、そうだよ。なんとかね、エンジンをかけてね、出発しましょうみたいな感じで、ドライブに入れたら、突然、ピー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 って鳴り出して、これがね、最初のね、始まりよ、これが。沖縄旅行の。で、スバルが、なんかピーピー鳴ってる横で、やっぱ1曲目はこれでしょっつって、マツケンサンバ流し出したら、そのマツケンサンバがめっちゃ流れてる後ろでずっと車がピーピーってて。そう。なんかさ、すごいでさ、ピー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 速くなってくんのだな。最初はピーピーピーなんだけど、途中からピー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 爆発する。おれー、おれ
シートベルトだめよしゃーって言ったら、そうだ、シートベルトしてないと思って。シートベルトだそう。で、シートベルトカチャってした瞬間止まって、やべえ、ミコチが、次元爆弾が爆発するのかと思ったね。そうかと思った。本当にさ、めこ初めてだよ。でも、車でさ、ペペペペペペペ今から行くぞって時で、もう爆発しちまうのかと思ったよね。まあ、ドライブしながらホテルに行ったりとか、まあ、いろんなところに今回行きました。そうなんですよ。じゃあどれから話す？激ヤバアクティビティの話しようよ。やっぱこっからだよね。やっぱ、まずねちょっと一番印まず最初これね象に残ったと言っても過言ではないんで、ホエールウォッチングホエールウォッチング行ってきました。これはね、忖度なしで言うけど、マジバチクソ面白かったぞこれ。回ってくんだよ、いろんなところ。ポイントをね。うん。そう回ってる間とかはなんか割と気が揺れるけど、なんかいいお昼寝ポイントだなみたいな感じで、うん、そうみんなでだね。ね喋りながらいたんだけど、うとうとしてた。そう。なんか突然そのアナウンスでなんか全部を取りなんか雰囲気変わったな、みたいな。みたいななんか激しくなったんだよね、なんかね。そしたら急にボーンってなんかスピードがガチ倍速みたいになってやばかったし、なんか、お客さん、ちょっと我慢してね。やばい、間に合うかな、間に合いボーンみたいな。じゃあ、こう見せていい、その時の。その時のスピード見てほしい、マジで。はい。ちょっと音が。あれバックマジでやばい、本当にバッチクソ速くて、それでも一気に目が覚めて、なんかただごとじゃないみたいな。やばかった、もう、体跳ねるし。もう水しぶきやばいしみたいな。ホエールウォッチングの人もなんか祈ってんの、なんか、飛べ飛んでくるガッ回してる人みたいだって、マジで飛べ。飛ばないかな、飛べってずっと言ってでもさ、結構飛んでくれたよね。そうなんですよ。ボンショーボンショいや、すごい。見えたこれー次何話す？マッサージの話するか。オッケーオッケーオッケー、マッサージの話ね。日頃いろいろ頑張っておりますし、ちょっとね、マッサージ受けようかって言ってね、受けに行ったんだよね。めっちゃ良かった。マジあのパンツ履き心地良すぎたよな。ミュコスバお揃いパンツ事件パンもしかして着心地良すぎて一生履いてるっていう。今まで履いたパンツの中で一番なんかもう一番良かったよね。履いてなかったもんだって気持ち的にいやわかる、は履いてないかのような履いてるパンツだったよね。そうなんかマッサージうますぎてさ、スバル3回揉まれたぐらいからマジで記憶ないんだよ。ちゃんと女性のね、マッサージ師さん揃えてくれてね、アロママッサージみたいなやつですごい気持ちよかったよね。そうなんかもう案内される時もさ、なんか一人一人にこう、まあ当たり前だけどさ、マッサージのさ、女の人ついてくれるじゃん。ねなんかちょっと、へへってなったよね。なんかスバちゃんに話したんだけどさ、もしかしてミュコって宝物だったのかなって。どういうこといやなんかミコッチが肌への触れ方が宝物を扱うように触れてくれるから、なんかミュコの肌宝物なのかな。だからそうかもねって。すごい気持ちよかった。なるほどね。あとは、はい。なんかもうやたらめったらでけえ雲に会うっていうね。ホテルの雲の話事件ですね。そうですね。窓を開けると生き物が入ってくる場合がございます。はいはい。そんなわけねえだろと思ってたよね、うん最初。まあね、みたいな。そしたらね、毎日出たよね、ちなみに。本当にでかい。本当に手のでかいのね。ひらぐらいのね。そう、マジ、スパイダーマンのスーツになんか、プリントされてる雲やん、みたいな。そう、はい。スタッフさんに連絡すると網持ってきてくれて。
なんかみんなそうなんかね網で捕まえて大丈夫です捕まえましたって言っていなくなるから、そうプロだよね。一回さなんかさ、風呂入ってる時に出たじゃん。いやそれがうちが追い回された時なんだけどさ、あ、そうだなんかまずまあそう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 まずスバルが風呂に入るかって一人で風呂に入ってたの。ちょっとせっかくだから沖縄の風でも浴びながら風呂入るかっつって軽い感じで窓開けたらさーってそのでけえ軍曹が入ってきちゃって、で「ミオちゃー!」って言ってそうでうちがねそう呼ばれてあー入ってきちゃったかーって言って窓を閉めようと思って窓のところに行って窓ガラガラガラって閉めたら、上からスーって降りてきたんよね。でギャーって言ってドア閉めようとしたらマジで雲が追っかけてきてて、すごかったって、僕あんな足の速い雲初めて見たんだよ。でもうねガラス戸のドアをねガッて閉めたら本当にガラス戸にペタってくっついて、今日本当にスレスレだったの、ギリギリで。そうなの、閉じ込められたって感じでめちゃくちゃ速くて、みおちゃんの動きより速かったからね、あの雲。怖かったそれでね、スバル退避してたんだけど、そのね場所から2人が見えなくて、そしたら急に2人のなんか「ギャー!」みたいな聞こえて、誰も何も言わなかったの。シーンみたいな。そうこれゾンビ映画とかである死んじゃったのかな2人とも。これ雲にやられちゃったのかな。怖かったよあん時。ご飯とかも食べたよね。ね、ご飯の話ね。いろいろ食べましたね。初めて挑戦した分野のご飯がありましたよね。そう。創作フレンチみたいな。あ、そう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 。一回ちょっとこういうの食べてみるっつってうん食べたんだけど、どうだった？猫たちにはまだ早いんじゃないかなって。あれはそうこれデザートだろうってで食べたら魚肉ソーセージの味がして、んってなって脳がなんか何の味だと思うこれ。でも待って検索中ビビビビビビビ。みこちがもう美味しそうみたいな感じで口に入れた瞬間みたいな感じでなんか顔をしかめて宇宙を見るみたいな感じのおもろかったんが全員一口食べた後にしばらくハテナが浮かぶ表情してる。一回で脳がバグるの一旦検索中ビビビビビみたいな。うまいけど出会ったことのない味なんだ。強いてデザート言えば海苔みたいな。そう、海苔。ああ、確かに。あ、海海苔だ海苔。納得納得。なんか美味しかったんだけどなんか二人とも食べたことがない味だったから、自分を納得させようとどの味に似てるかっていうのをすごい考え出すのすごくああいう料理もあるんだという学びになったまた一つ。ハー学び、はいトロックというですね有名なね岩を見に行ってあれなハートロックの話ね。小売島というですねはい。長い橋を渡って行った先にある孤島みたいなちょっと島みたいなところにある有名なビーチがありましてなんかハートの形をした岩があるちっちゃいビーチがあるんだよね。やっぱ沖縄に来たからにはちょっとビーチ行ってみるかっつってビーチに行ってみたんですよドライブがてらね。楽しかったそうだね。すごかった。なんか、すごかった。すごかったよいろんな意味で。でもミコが一番はいハーハーしたとこだね。砂がすっごいふかふかだったので確かにめっちゃふかふかだったんだよ。普通に足をこう置いただけで足首まで砂そうだ楽しくなっちゃってさ海ちょっと入っちゃうかみたいになってさでまあちょっとだけならいいよねっつってそう、でチャップってさ「冷てー!」とか言ってさチャプ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 みたいなしてたらみこちが「わー!」みたいな「やばい!」みたいになったんだよね。そう片足のねミコのサンダルがないの。だからそれあれないなってポソッと言ってそしたらミコよりもミオちゃんとソマちゃんがみたいな何サンダル探してんだけどさうんもうなんか転びそうなんよそのなんか探す体勢がみこっちのだからドキャーって
つまるやるっつってそばちゃんめっちゃかっこよかったあの時。じゃあみこちちょっと後ろ下がってて。絶対お前にやるっつって足でバーって曲げてるして「はい俺!」って次はですね美ら海水族館に行ってきました。ここだよね。はい。どういうところが楽しかったのみこっち？バックヤード見に行ったとこだね。ねいや、そうですね。うん実は、美ら海水族館には、バックヤードツアーというものがありましてですね。まあ、ただ、そのツアーは、先着で4組しか行けないので、そう、入れるようになった瞬間に終わってしまうこともあるぐらいのそう人数確かに確かに。ぐらいな感じなんですけど、うんたまたまね、3人でもう本当にダラダラ朝食食べて、もうこれぐらいの時間でいっかみたいな感じでダラダラ行って、マジ彼女が言ってた。ダラダラ行って向こうになんか到着したのも昼過ぎでもなんかちょっとお腹空いてきたねみたいなこと言いながら行ったら、なんか、そうバックヤードツアーみたいな感じでうん出てて、もしかしてバックヤードツアーってまだやってるんですかって言ったら、はい、最後の一組空いてますよみたいな感じで言われて、ねで、じゃあやりますって言って、ねえ、マジやらせですごいてもらったんですよ。運良かったよ超運良かったよね。うんでしかもこれがめっちゃ面白かったんよ。本当にね、なんか想像でしたね。ツアーガイドのお姉さんが、もう1聞いたら100答えてくれるじゃん。いや、そうなんだよ。めちゃくちゃ喋ってくれるんだよね。みこっちがさ、かばってもらえるから楽しくなっちゃってマジで配信のテンションで質問するの。もうめちゃくちゃ質問攻めにしてた。そう。うんみこっちやめたれよと思って。うちもちょっと質問してみたいなってなっちゃってさ、やっぱ質問しちゃったもんね。しかも質問したら、なんか動画とか見せてくれんだよね。いや、そう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 。あ、なんかこれはこういう動画でちょっと見てみますかとか言って iPad で見せてくれて。でしかもさ、なんかこうのん美ら海水族館のなんか一番メインのでけえ水槽があるの。黒潮の海ね。そうで、そのでけえ水槽のヘリとかを歩かせてくれんの。美ら海水族館でこのジンベエザメが超有名なの。そう、なんだっけ、黒潮の、あ、ジンタくん、ジンタくん、ジンタくん。ジンタ。そう、そうジンそうそうそうタがめっちゃ有名なんだけど、うんジンタを上から見えるみたいな。あ、これですね、これですね。そう。はいでっかい、本当にめちゃくちゃでっかい水槽の上を見れるんだよね。そうなんです。感動してたらね、うんそうね、なんかすごいことが起こった。これね、マジでもうミコたち、もう本当にはい。常についてるなって。ついてる。っていうか、これ言ったら、もうガイドツアーのお姉さん、この動画を見たら、ああ、あのグループかって分かっちゃうぐらいのことだったみたいなんだけど、うん。美ら海水族館のジンタくんって、まあ、オスなんですよ。こうやって見てたら、あれなんか、ジンタくん、ひっくり返ってるよみたいな。なんか、そう、なんかちょっとひっくり返ったの。なんかひっくり返ってるすげえみたいな感じで言ったら、お姉さんが、これは、すごい驚いてて、みやこがこれ説明すると、まあいいんだけど、まあ、ジンタくんの話だからね、ジンタくんには、お腹に、生殖器がついたわけな。あ、まあまあまあ。まあまあまあフランスパンだよ、フランスパン。全部動物ついてます。はい。フランスパンってお姉さん言ってた。フランスパンがついてるの。はい。すごいそう。で、それを、なんかこう、激しく今動かしてたんですよって言ってて、みたいな、激しく動かしてたの。なんだろうねみたいな言ったら、それってすごい珍しいらしくて、すごい珍しいらしいんだよ。そう。学会で報告するレベルみたいな。そう、今ちょっとこれスタッフさんに報告するレベルの、行動なんですけど、これが、クラスパーっていうのよ、それを。クラスパーを交差させて体全体を回転させる。これがオス特有の繁殖行動なわけ。そう。だから、まあ、ちょっとお姉さんも、ちょっと水濁ってて、みたいな。ちょっと今、出てましたね。出ちゃったみたいですね、つって。なんかさ、スマイルだってもうさ、どういう反応していいか一瞬、これどうしようみたいになったよね、もう。水槽の、しかも我々が見てる目の前でそれが行われたの。本当に目の前だったの。
奇跡だったのあれ。そうでお姉さんも爆笑しててもう学術的に教えてくれてたんだよね。そうそうなんだよ。生殖器がありましてみたいな。でもそうなんか聞いたらさ、それってなるじゃん。なんかスバルたちうんなんかみんなうんうんってなった空気をさせてか、なんかお姉さんも笑い出しちゃって、なんかすごいそうなんだよ。カオスだったよなあいれ。やそうでもすっどうもありがとうごいレアだったみたいです。世界初みたいなのが感じだったんだよね確かね。そうなそれなんかそうがまた見れたってことよ、猫たちうも。ん。じゃあ繁殖するんですかって聞いたの。そしたら、この水槽にいるのは、メスがいないので、生殖ができないんですって言われて、なんかちょっと悲しくなっちゃったよね。まあ聞いたそうだね。まあそれはしょうがないことだよね。うんでも幸せそうだったけどねなんか。この水槽の中の、ね、うん生物だったら何になりたいみたいな。みこは、エイってさ、うんもうみこたちに鼻の穴を見せてくるじゃん。で、それをさ、子供たちとかいろんな人喜ぶわけじゃん。喜んでた。みこは A になりたいって思った。パフォーマンス的な意味で。うん。これ鼻の穴なんだけどねーって見せながらやるのがすごい楽しそう。ってね、もうずっと言ってたんだよ、そそう、のずー水槽でっと言って見るから。て、で、お姉さんにも聞いたの。でさ、あの時のお姉さん超困ってたぞ。困ってたよあれみたいは。普通だったら好きな魚は何ですかって来るのかと思ったら、お姉さんはこの水槽の中でどの魚になりたいですか？どの魚みたいな。このね、二人がね、ちょっとまたね、シンクロした話一つしてもいいですか？何ですか？何？ 8時半に起きて朝ごはん行こうねとか言っても、全く起きてこないんですよ、基本。起きてたよ。起きてないでしょ。起きてた。で、うちが一番最初に起きます。うん。まずは、マツケンサンバ2を流しながら、それもどうかと思うけど。スバルのことマツケンサンバで起こしに行ったら、なんかスバルがマツケンサンバ聞いた瞬間になんかこう、いや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 みたいな感じで、布団の中ですごいダンスしてて、いや、とりあえずね、起きてるよっていうアピールしなきゃと思って。そう、なんかやってんなって思いながら、じゃあ次みこち行くかと思って、歩いてって、で、みこちの部屋で流したら、みこちが全くスバルと同じ動きを。布団から腕を出してシャカシャカやりだして、この二人ってなんか打ち合わせしてんのみたいな。だよね。マジそれ言われてめちゃくちゃ爆笑して目が覚めたもん。なんでこんなリアクション一緒なのと思って。マジで記憶ね、そこ。無意識化の行動だバカすぎる。ったんだよ。完全なる寝起きだもんね、だって。そう。マジでミヨシャいないと無理。いや、なんか起こしてくれる人がいればいいと思うんだけど。起こしてくれる人いなくても無理だよね、ミコッチ。無理だよ。うちもさ、忍びないでよ、二人ともめちゃくちゃすやすや気持ちよさそうに寝てるのをさ。すやすやうちも心を鬼にして、はい、何時だよもう朝ごはん終わっちゃうよとか言いながらね、頑張って起こしてたんだけどさ。はいそう。だよ。せっかくならと思って、やっぱうちらはさ、七並べ大好きじゃん。はは。い。なんか、録音しとくかと思って、はい。録音したんです。はい。それみんなね、してでたね。聞きますか、じゃあ。リスここでナーさなんでこのイラストやねん。オルシーが集まるだけじゃないんだよ。んに。マジあ、俺って。マジ汗ダクダクだったよね。また来年もはい。よろしくお願いします。毎年恒例だから、もうこれそは。うですね。もう旅行はね。スマちゃんと一緒に帰りの飛行機でなんか怖い映画見たのを覚えてる。隣だからさ、なんか目の前にモニターあるじゃん。それを一斉のせでこうピッてやったんだけど、なんかちょっと数秒ずれてて速さを合わす作業をしてたんだけど一向に合わなくてちょっと笑いそうになっちゃうね、さすがに。なんかミコがちょっと止めて微調整した後にスバちゃんがなんかまた画面いじっていやいや余計なことしないでってなんかこの中ですごい思ってた。沖縄で初めて高速に乗りました。これやばいかな。でさ、うちさ、
できれば運転に集中したくて、カーナビはスバルに任せたんだけど、話に夢中になってると、なんかスバルもナビができなくなって、シングルタスクの者たち。スバルもナビに専念してると、みよっしゃ、次の信号左だよ、みたいな。車線左に入っといた方がいいよ、みたいな感じで、めっちゃいいナビしてくれるんだけど、なんかめっちゃみこちとかとも話盛り上がったりとかすると、もうね、そのナビがパスっぱりなくなってしまうので、次の信号右ですとか言われて、右みたいな。無理、曲がれないよ、まっすぐ行くねみたいな感じで。シングルタスクの者たちはね、話し出すとね、もうね、道わかんなくなっちゃうから。沖縄旅行でシュリンプカクテルっていうのをすげえ食べたかったの。来たらね、エビがねそんなに乗ってないわけ。もう5個とかしか乗ってないの。いいんだね、スバルが全部食べちゃうよこんなエビっつってね、ミヨシャとね、そのねミコチにね、もういいんだね、これスバルが全部エビ食べちゃうからねっつって食べてたら、ミコチがね食べたんだよね、エビを。食べたいって言ってたからいいよ。そしたらなんかミコチもカクテルシュリンプにハマっちゃってたの。でもエビは5個しかないわけ。ちょっと取り合いになったよね。ちょっと取り合い。今その一歩踏み出して扉を押し開けて大丈夫、その願いが近づく